親しい人間関係を作る条件は、気持ちを出すこと、本当の自分を出すこと、憎しみがないことなどです。それなのに、愛情のない親に育てられた人は、拒絶されることや批判されることが怖すぎて、どうしても自分をよく見せようと本当の自分を隠してしまうので、人間味を失い、親しい人間関係を作ることがとても難しくなってしまいます。こんにちは、自分探しイズムです。私はアダルトチルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。最近 AI の発展は目を見張るものがありますね。アダルトチルドレンの直し方という部門でも AI の力は広まっていくと期待しています。そうは言っても、アダルトチルドレンを直せるかというと、それは AI では無理だろうと思います。アダルトチルドレンを回復するには人間味が必要だからです。アダルトチルドレンはきちんとご飯を食べさせてもらった。きちんと学費を払ってもらった。きちんと洋服を買ってもらった。でも、まるでロボットに育てられたのではないか、機械的に育ててもらったのではないか、本当に必要だった心のぬくもりはもらえなかったのではないかと思うような、人間味とは無縁な環境で育ってきている人が多いです。だから自分は劣っていても受け入れてもらえる、ありのままの自分でも愛されるということがわからない人が多いのです。だから人間社会で生きていくのが非常に苦手なんです。今日はこの人間味について、人間味を経験していない人の症状や対策、そして一番最後にすぐにできることを話します。つまりアダルトチルドレンが人間社会でうまくやっていけるようになるにはどうすればいいかという話です。ではまず心のない親、心のわからない親に育てられた人はどうなるか考えてみましょう。人によって違いはありますが、自分の欲求しか見えない人で、子供の欲求を無視する親に育てられた人は、自分の存在自体に自信が持てなくなり、自己肯定感が低くなりやすいです。欲求を無視されていたということは、愛情をもらえなかったということです。この世界を認識する重要な時期に、つまり小さい頃に愛情をもらえなかったのだから、大人になってからもありのままの自分が受け入れてもらえるとか、優しくしてもらえる、愛されるということが信じられなくなります。そこで人間関係の距離感が近いパートナーにさえも自分を立派な人に見せるために頑張り続けます。パートナーに不利をしているということは、相手を信用していないということです。誠実に相手を愛しているのではなくて、なんとかごまかして付き合ってもらおうとしているということです。また、子供の欲求を無視する親に育てられたということは、それだけで不安や恐怖が強くなったり、自分を責める人になり、落ち込みやすくなる可能性が高まります。それだけではなくて、仮にその自分の欲求しか見えない親が、自分がいい思いをするために子供を優秀にしたいという欲求を持っていた場合、もっと深刻になります。例えば子供は何かを達成しないと自分は価値がないという価値観ができやすいです。これがある人は自分が周りに受け入れてもらうには地位や肩書きや年収や社会的な立場が良いことが必要条件だと勘違いします。これは勘違いです。
周りに受け入れられるのは社会的に立派かどうかではなくて、人間味があるかどうかです。このような人は他にもまるで失敗は許されないことのように感じている人が多いです。つまり小さい頃に失敗しても温かく包み込んでもらえるという経験がなかったんです。そこでいろいろ人間というものについて誤解しています。こうなると誤解の力が加わってさらにメンタルが病みやすくなります。そこで病んで仕事を休むと人間味を知らない人は働けない自分はダメ人間だという感じ方をします。だから余計に病んでいきます。人間味を知らないということは自分への評価が存在基準ではなく達成基準なんです。だから働くこと、収入がたくさんあることが人間としての価値となり、優しいとか気遣いができるとか思いやりがあるということなどは意味がないことということになってしまいます。他にも子供の欲求を無視する親に育てられた人は気持ちを出すことや本当の自分を出すことが難しくなります。もっと言うと気持ちを出すこと以前に自分の気持ちがわからなくなる可能性も高いです。こうなるとストレスや憎しみをどんどん溜めてしまいます。親しい人間関係を作る条件は気持ちを出すこと、本当の自分を出すこと、憎しみがないことなどです。それなのに愛情のない親に育てられた人は拒絶されることや批判されることが怖すぎてどうしても自分をよく見せようと本当の自分を隠してしまうので人間味を失い親しい人間関係を作ることがとても難しくなってしまいます。人間味を体験した人は人間を知っているので自分を出していい人、出さない方がいい人が分かります。そして出した方がいい人には自分の気持ちに嘘をついてふりをするよりも自分を出した方が誠実だし心の触れ合いにつながるという考え方ができます。でも人間味を体験していない人は人間味を知らないんです。そこで受け入れてもらうために愛してもらうために立派なことをしなければいけないと思っています。例えば豪華なディナーをご馳走しないと好きになってもらえないと考えていたりします。そこで無理をして豪華なディナーをご馳走したとします。豪華なディナーが好きになってもらう条件になっているから2回目に会うことがなかなかできません。お金がないと言ったら嫌われると思ってそれを隠します。こうなると距離は縮まらないし逆に疎遠になっていってしまいます。だったらお金は持っていないと正直に伝えてお金はないけれどもお金がなくてもできることで一緒に心から楽しんだ方がよっぽど人間らしいです。相手への優しさや気遣いと一緒にいて楽しい、一緒にいてくれてありがとう、大好きですという気持ちがあればお金なんかよりはるかに心の触れ合いができます。人間味に重点を置いた場合、立派さは必要ありません。そして立派な人より人間味がある人の方が人間としての魅力があります。もちろん世の中にはいろいろな価値観を持っている人がいます。人の気持ちがわからなかった親と同じような種類の人もいますので注意は必要です。アダルトチルドレンは自分がアダルトチルドレンだから友達ができない、親しい人ができないと勘違いしている人が多いです。アダルトチルドレンだから心が成長していないから承認欲求が強いから劣等感が強いから依存心が強いから
自己中心的だから友達ができないのではなくて、成功していないから、お金がないから、地位がないから、役に立っていないから、親しい人ができないのでもなくて、人間味が出ていないから親しい人ができないんです。次に AI について考えてみましょう。AI は人間よりも知識が豊富です。将棋や囲碁も人間より AI の方が強いです。AI はどんな分野のことも何でもわかります。今後はさらに人間よりもどんどんすごくなっていくと思います。でも AI がどれだけ発展してもアダルト・チルドレンを治すという部門では絶対に人間には勝てないと思います。つまりアダルト・チルドレンを克服するにはアダルト・チルドレン独特の繊細で複雑な気持ちを理解してもらうことや共感してもらうことや相手の優しさを感じられることなどを通して人間を信じられるようになることが必要だからです。アダルト・チルドレンの心の中はとても複雑です。好きだけど嫌いのような真逆のものが絡み合っていたり、意識と無意識が違っていたり、わがままなのにいい人だったり、優しいのに憎しみを抑圧していたり、複雑な感情がこんがらがっています。AI にはこの気持ちを理解することや共感することは難しいです。ここで一つ興味深い実験を紹介したいと思います。治療法っていろいろありますね。精神分析、認知行動療法、対人関係療法、ゲシュタルト療法、カップル療法、抗うつ薬などの薬物療法、他にもいろいろありますが、デビッド・ズロフとシドニー・ブラッドがうつ病患者に対して対人関係療法、認知行動療法、抗うつ薬プラスカウンセリング、プラセボプラスカウンセリング。プラセボというのは本物の薬のように見える偽物の薬のことです。この4つの治療法の効果を調べた実験があります。皆さんはどれが一番効果があると思いますか？実は両方に関係がなかったんです。関係があったのは治療者と患者との関係の質でした。つまり患者の気持ちを理解し共感し、いつも味方として肯定的に見て信頼関係の築けた人は両方に関係なく患者の症状は改善されました。これは人間味が大切だということです。ではロボットのような心のわからない親に育てられた人はどうすればいいかという対策ですが、まず自分は人間味を経験していないということに気づくことが大事です。多くの人は人間味を経験していなくてもそのことに気づいていません。だから人間味を経験しなかったことによりできた認知の歪みにも気づいていません。自分の間違った感じ方に気づいて直す必要があります。例えば、あれを達成しなければ幸せになれない。弱みを見せたら嫌われる。立派でないと人はついてこない。という感じ方をしているなら、かつて何かを達成しないと不機嫌になった人は、あなたが役に立たないとイライラした人は、立派でないと嫌な顔をした人は親です。親ですと言いましたが、正しくは小さい頃そばにいた誰かです。多くの場合親なので、ここでは親ということにします。たまたま親がそのような人だったんです。なのに人間というのは小さい頃にそばにいた人をモデルに
すべての人間はこういうものだという感じ方を作ってしまいます。自分は親以外の人を親と同じ感じ方をすると決めつけていないだろうかと点検してみてください。子育ては大変なので、未熟な親ほど子供が年齢以上に立派であることを望みます。未熟であれば未熟であるほど子供に手間をかけさせられると怒りになります。そこで子供にその子供の年齢にふさわしくない立派さを怒りを通して要求します。このような育てられ方をした人は自分にある短所がなんかとんでもなくやばいことのように感じます。まるで完璧でなければいけないかのように思っています。このような人は自己実現的に生きるのではなく、短所を必死に隠したり、短所を度を超えた努力で克服しようとすることが人生の目的になっていたりします。つまり完全に認知が歪んでいます。人間はどんなにすごい人でも完璧ではありません。どこかが欠けているのが人間です。そしてそのことを咎め合うのが人間の本来の姿ではなく、認め合い、補い合い、支え合うのが本来の人間です。アダルト・チルドレンの克服に最も重要な一つは、自分と他人への思いやりを育てることです。ただ、残念ながら、毒親育ちの親がそうだったように、相手の欠点を咎め合う人たちも少なからずこの世界には存在しているのも事実です。アダルト・チルドレンからの回復は、相手の欠点を咎め合う人たちのそばにいたらまず無理です。そのような人間味や心のない人たちは、自分の欲求を満たすこと、自分が得をすること、自分がいい思いをすることなど、何か心の触れ合いとは別のメリットを求めます。アダルト・チルドレンは人間味を体験することが必要です。人間味がない人からは離れましょう。人間味がない相手に自分が人間味を出すことは危険です。例えば、憎しみを抑圧している人とか、自己中心的な人とか、自己愛性人格障害的な人に人間味を出すことは危険だということは説明いらないと思います。なので、ここでは一見優しそうなメサイアコンプレックスの人を例に出します。メサイアコンプレックスの人は自分が一人では生きられない人たちです。自分一人では自分の価値を感じられないんです。そこで頼まれてもいないのに人に絡んで、人を救って認められたい、他人からの評価や感謝を得たいと無意識で思っている人たちです。その無意識に本人でさえも気づいていません。優しそうなふりをしていますが、心の底の底では自分のためなんです。自分のことで必死なんです。相手のことどころではありません。このような人に弱みを出すと食いつかれてしまいます。そのような人ではなくて、心のある人のそばに行って人間味に触れることが必要です。優しい人には、優しい人の人間味に触れるには、自分も人間味を出す必要があります。例えば、自分はこれができない、自分は友達がいないと言っても、それでも好きになってくれる人を探すことをお勧めします。今までのように立派なふりをして気に入ってもらおうとしても、そばにいさせてもらえる代わりに利用されるだけです。つまり心は成長どころか悪化します。人は
人間味と人間味が触れ合うことの中で心が成長するんです。誰かに自分の人間味を出すことで相手の人間味に触れるチャンスが出てきます。アダルトチルドレンに必要なのはそのような関係です。例えば、クラスの中で孤独だとします。周りに、あいつは友達ができなくて惨めなやつだと思われたくなくて、本当は友達が欲しいのに、友達が欲しいのではない、俺は漫画を読むのが忙しいのだというふりをしているから友達ができないんです。俺は友達が欲しいんだけど一人ぼっちで寂しいと人間味を出せばアダルトチルドレンだって友達はできます。ではポイントを振り返ります。人間味のない親に育てられた人は人間を勘違いしています。例えば、欠けているところがあったら責められる。特別に相手の役に立たないとここにいてはいけない。劣っていたら好きになってもらえない。子供のようなことを考えていたら仲間に入れてもらえない。このように感じていたりします。だからこそ欠けているところや劣っているところや自分の本音を必死で隠して生きています。親しい人を作ることやアダルトチルドレンの克服に大事なことは人間味を出すことと人間味に触れることです。それなのに人間味のない親に育てられた人は認知の歪みが生じるので人間味を隠します。そこで立派な人のふりをする、普通の人のふりをする、自分が思っていることを隠す、欠けている点を必死で隠す。だから相手の人間味にも触れられないんです。アダルトチルドレンは完璧な人間を目指すべきなのではなくて、欠けていても精神的に元気でいられる人間を目指すべきです。完璧な行動や行為をする人間を目指すのではなくて、人間らしい心の触れ合いを目指しましょう。行動や行為を大事にしている人は、お金がなくても旅行に連れて行ってあげるために無理して働いて立派なことをしてあげます。その裏には立派じゃないことがバレてはいけない。お金がないということがバレてはいけないというのがあるんです。その代わりに心はないんです。だからこんなにしてあげてるのにこの態度は何だという不満や憎しみになるんです。だから相手の心も離れていきます。苦労して苦労してこんなにしてあげてるのに相手の心は離れていきます。お金がないならないで公園にしか連れて行ってあげられなくてごめんねと言いながら公園で楽しくおしゃべりしながら手作りのお弁当を食べる方がよっぽど心の触れ合いになります。何しろ立派なことをしようと苦労して苦労して無理をしていないので心が穏やかです。だから楽しくおしゃべりができるんです。それが人間味です。人間味に触れずに育ってきているということは愛を知らないということです。愛を知らないということは単なる相手の依存心からの支配や劣等感からのちょっかいやナルシシズムからのしがみつきなどと愛情の見分けがつかないということでもあります。だから依存心からこちらを支配操作してくる人から離れなかったり、メサイアコンプレックスの人や自己愛性人格障害的な人のそばに行ったりしがちです。人間味を出すことは大切なことですが、出し方や出す相手を考える必要はあります。例えばネットで不特定多数の人に出すとか、顔も知らない人に出すというのは危険です。人を見る目をつけて人間味を出す相手を考えることもとても重要なことです。
それではすぐできることですが、すぐできることのコーナーは最近始めたのですが、今後作る動画は一番最後にその日話した内容の中ですぐにできることを考えて終わろうと思っています。今日の内容のすぐにできることは、自分はロボットに育てられたのではないか、だから人間味を体験していないのではないかと内省してみることが一番です。次に、だから自分は心がわからないのではないか、自分は人間味がどういうものかわからないのではないかと考えてみることが2番です。アダルトチルドレンは自分に欠けている体験に気づいていない人が多いです。欠けている体験に気づいていないから、その結果生じている自分の問題にも気づいていないことが多いです。アダルトチルドレンを克服するには、これらをはっきりさせることがとても大切です。これらをはっきりさせたら、人間味とはどういうものか、もしかしたら自分も親と同じようにロボットなのではないかと考えてみることが3番です。その後は時間をかけて繰り返し人間味を体験していく必要があります。1回でいいと思ってしまう人が多いのですが、優しい人に1回出会えれば全て解決するという思考は甘えている思考です。現実はもっと厳しいです。厳しいですと言いましたが、甘えている人にとっては厳しいですという意味です。現実を現実通りに見ている人にとって厳しすぎるという意味ではありません。出口はあります。では最後までご視聴ありがとうございました。仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。バイバイ。